こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。最近、転生ものが流行ってるんだってな。まさか、そこからネオレトロ特集につなげる気じゃ。だってネオレトロも一種の転生ものじゃん。令和に転生して、クラシックな風貌ながらも安全機能や支援機能などの最新技術が投入されたモデルだろ。その切り口で、どんなモデルをチョイスしたのかが気になります。今回は知ってる人には懐かしさを、知らない人にはかっこよさを、転生したら裸なネオレトロだった件というテーマでお届けするぜ。ひょっとして、裸とネイキッドをかけてるの？それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。裸のネオレトロ。大型二輪編、401cc 以上。小型、普通二輪編、400cc 以下、です。ちなみに、今回のテーマをチョイスした理由は？ネイキッドは、SS やオフ車などに比べ価格も抑えられて買いやすい。興味はなくても、記憶に刷り込まれたレトロバイクの佇まいにかっこいいを感じたから、だ。バイクに夢中だった人も、じゃない人も、あの頃を思い出すってわけですか？ってなわけで、新車で買えるネオレトロ、全17台を紹介していくぜ。大型二輪編、401cc 以上。1、ホンダ、ホークイレブン。2022年、3年ぶりに開催された国内モーターショーで、ワールドプレミアモデルとして発売されたモデル。それがホークイレブンだぜ。NT1100 がベースなので電子制御満載かと思ったら、トラコンとライディングモード程度。オートシフターやクルコン、スマホ接続は不採用なんですね。そうだな。ホークイレブンは APS、アーキテクチャーシリーズプロジェクトといって、既存のアーキテクチャー車体などを活用して派生機種展開したモデルだ。市場トレンドを元にした企画ではなく、モデルコンセプトからスタートした日本専用モデルだな。半日の自由を見つけて、出かけて楽しいバイクってやつですね。この開発手法が成功すれば、ひねりの効いたバイクが発売されるかもしれんぞ。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは2190、710、1160、重量は 214kg でシート高は 820mm。エンジンは水冷2気筒 1082cc、最高出力は102馬力 7500rpm、最大トルクは 10.6kg/F6250rpm だ。ガソリンはレギュラー仕様で燃費は 21.2kg、ガソリンタンク容量は14リットル、航続距離は 296.8km だな。グバイクの中古車登録はなし。新車価格は 139.7 万円だ。ホークイレブンは、少しの時間でバイクを楽しめるような仕掛けがいっぱいだ。ロケットカウルやバックミラー、オートシフターや DC って言わなし、ってところですか？快適さより、見て操って楽しむことを提案している。確かにアシスト&スリッパーやオートシフターは楽ですけど、操る楽しさをスポイルしてしまいますね。週末、少し走ってちょっと疲れて、その結果、ご飯がうまいってのが、おじさんたちのストレス発散、メタボ解消にはちょうどいい。そこまで考えてるのかホンダ。2、ホンダ、CB1000R。CB1000R は、2018年に登場した次世代 CBR シリーズの頂点となるモデルだ。スランとしたヘッドライト、肩持ちスイングアーム、存在感たっぷりのエンジン。支援機能も充実したネオレトロスタイルモデルだ。2022年には、全身漆黒のブラックエディションが特別仕様車で発売された。主高い損ねたやつ。この形を継承した兄弟たちはネオ、スポーツカフェとして、各クラスにラインナップされてる。2021年モデルで液晶メーターやスマホ接続機能が採用され機能アップしたけど、新型対応のカスタムパーツがほとんど皆無ってのが難点だ。なので、2018年モデルをリーズナブルに購入しカスタムするのもいいかもな。見た目もあまり変わらないしね。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは2120、790、1090、重量は 213kg でシート高は 830mm、エンジンは水冷4気筒 998cc、最高出力は145馬力 10500rpm、最大トルクは 10.6kg/F8250rpm だ。ガソリンはレギュラー仕様で燃費は 17.2kg、ガソリンタンク容量は16リットル、航続距離は 275.2km だな。グバイクの中古車価格帯は、59万9000円160万4900円で27台だな。新車価格は 167.9 万円だ。ちなみに、グーバイクでブラックエディションを見かけましたよ。なんだどうしたものか。3、ヤマハ、XSR900。MT-09 のモデルチェンジから約1年後、2022年に皆の期待を背負って登場したのが新型 XSR900 だ。ベース車種の刷新で車種展開された、いいとこ取りのモデルですね。MT-09 がベースモデルなので電子制御は全部乗せ。しかも MT-09 のスタンダードには搭載されないクルコンが装備され、使い勝手も向上している。それでいて、価格も120万円台ときたもんだ。ほんと、ヤマハは商売上手ですね。ヤマハ恒例の挑戦的なライディングモードも健在だ。モード1と4ではまるで別物って話ですね。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは2155、790、1155、重量は 193kg でシート高は 810mm。
エンジンは水冷3気筒 888cc、最高出力は120馬力1万 rpm、最大トルクは 9.5kgF7000rpm だ。ガソリンはハイオク仕様で燃費は 20.4kg、ガソリンタンク容量は14リットル、航続距離は 285.6km だな。グバイクの中古車価格帯は、74万8000円176万円で58台だな。新車価格は121万円だ。先日の話ですが、ヨーロッパで GT が商標出願されたってニュースがありましたね。XSR900GT、だな。過去にヤマハは、XSR900 アバルトってコラボモデルを発売しててな。こちらはカフェレーサースタイルだから GT とは違うけど。ホーク11、Z900RS カフェ、SV650X に続き、ヤマハもネオレトロ路線でもう一発かましてくれないかな。4、川崎 Z900RS ヒスキース。2017年の東京モーターショーで発表以来、国内販売ランクに常に上位にランクインしている大人気モデル。それが Z900RS だ。もう丸5年経ったんですね。川崎の名車 Z1 を模したスタイルがスタンダードモデルで、ロケットカウルを装備したカフェ、足回りを充実させた SE。さらに Z 誕生50周年記念モデルなど、近年の川崎は俺たちの心のつかみ方がとてもうまい。今回紹介したネオレトロモデルの中では一番航続距離が長く、トラコン、オートシフターも装備している。おじさんに優しい。シリンダーブロックの空冷フィンに、2眼アナログメーター、綺麗に並んだ 4in1 集合した液マミなど、ベース車の Z900 の面影は全くないぜ。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは2100-865-1150、重量は 217kg でシート高は 835mm。エンジンは水冷4気筒 948cc、最高出力は111馬力 8500rpm、最大トルクは 10kgF6500rpm だ。ガソリンはハイオク仕様で燃費は 20kg、ガソリンタンク容量は17リットル、航続距離は 340km だぜ。グバイクの中古車価格帯は、132万円595万円で235台だな。新車価格は149万円だ。主は森脇のショートマフラーを装備したモデルに試乗したことがあるんですよね。どうでした？乗り味に何の不満もなく、4気筒サウンドを聞きながらどこまでも走りたい、って思わせるバイクだったな。今の時代、峠で爆走したり、やんちゃな改造は NG ですが、ライムグリーンでホワイトラインの川崎だけは、それが許されると錯覚してしまいますね。いや、年齢相応の行動をお願いします。5、続き、刀。今のネオレトロブームを先読みしたかのごとく、2019年に先陣を切って登場したリバイバル、ネオレトロ。それが刀だ。2022年にはベースの GSXS1000 のモデルチェンジで、最新の電子制御を手に入れたな。これで成立フォークだったら、見た目はバッチリだったのに。さすがにこの時代、それはないっしょ。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは2130-820-1100、重量は 215kg でシート高は 825mm。エンジンは水冷4気筒 998cc、最高出力は150馬力1万 1000rpm、最大トルクは 10.7kgF9250rpm だ。ガソリンはハイオク仕様で燃費は 16.6kg、ガソリンタンク容量は12リットル、航続距離は 199.2km だな。グバイクの中古車価格帯は、94万9900円181万5000円で63台だ。新車価格は 160.6 万円だ。ベースモデルの GSXS1000 より高いのに、航続距離は 200km を切っているってのはどうなんでしょうか。刀オーナーの HP を色々読んだけど、それがさ、文句を言う人はほとんどいなかったぜ。復活した刀とどうやって付き合っていくか、って話題が中心で、刀愛が溢れる記事ばっかりだったぜ。さすがは鈴木のバイクです。6、BMW R19。2014年から国内販売された、BMW のネオレトロシリーズの代表モデルだぜ。R19 って、変わった名前ですよね。名前の由来は？ BMW 初のオートバイ R32 から90年を迎えた記念として登場したバイク、って意味が込められてる。価格を抑えたピュアアップマフラーのスクランブラー、GS シリーズをオマージュしたアーバン GS など、バリエーション展開されている。シート形状、整列、倒立フロントフォーク、タンクカラーリング、マフラー形状など、色々な R19 がありますね。全モデル、BMW のアイコンである空輸冷2気筒水平対向エンジンを搭載。純正で用意されているドレスアップパーツも豊富だ。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは2100-870-1100、重量は 224kg でシート高は 805mm。エンジンは空輸冷水平対向2気筒 1169cc、最高出力は109馬力 7250rpm、最大トルクは 11.8kgF6000rpm だ。ガソリンはハイオク仕様で WMTC 燃費は 19.6kg、ガソリンタンク容量は17リットル。航続距離は 332.2km だな。プレミアムラインタイプには、アダプティブヘッドライト、グリップヒーター、クルコンと装備満載ですね。グバイクの中古車価格帯は、108万8000円250万円で25台だな。新車価格は227万円だ。あれ、こんなに高価なのに、オートシフターはついてないの？その話題は、色々解釈があってな。BMW のネオレトロモデルは、尖った走行性能は持たないモデルだ。
走りより、ネオレトロというスタイリングに重点を置いたモデルじゃないか、と。見た目や操作感、排気音にこだわりました。ってやつですか？そうだな。バイクに求める価値は、人それぞれですからね。ひょっとしたら、ホーク11も同じような考えなのかもな。7、ドカティ、スクランブラー1100、トリビュートプロ。ネオレトロでもあり、ヘリテージでトリビュートなバイクでもある。それがドカティスクランブラー1100トリビュートプロだな。トリビュートって何？ドカティの空冷2気筒エンジン登場50周年を記念した、70年代に使われたジオジアーロデザインのドカティロゴを採用したモデルだ。伝統の L 型エンジンで車体はスッキリ、低回転寄りのエンジン出力、トルクで、フットワークの軽さは見ての通り。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは不明、重量は 211kg でシート高は 810mm。エンジンは空冷 L 型2気筒 1079cc、最高出力は86馬力 7500rpm、最大トルクは 9kgF4750rpm だ。ガソリンはハイオク仕様で WMTC 燃費は 19.2kg、ガソリンタンク容量は15リットル。航続距離は 288km だな。支援装備は TCS とライディングモードのみ。ダイレクトな操作感や抑えめな価格が魅力な、とっつきやすいモデルだ。グバイクの中古車登録はなし、新車価格は 174.9 万円だ。伝統の L 型でスモドロミックエンジンを味わうなら、モンスターより低回転セッティングなスクランブラーだな。なんで？エンジンを回さなくても楽しめるからな。エンジンを回すとスピードが出て怖い。自分の技量に合ったスタイルで、楽しめるスピード領域内でお願いします。8、インディアン、FTR-S。青月電子大初登場、珍しいメーカーを取り上げましたね。バイク好きでもあまり馴染みがないメーカーだからな。FTR-S は、アメリカで最も古い歴史を持つメーカーが作ったバイクだ。社名の FTR はフラット、トラック、レーサーの略で、ダートトラックの DNA を受け継いだモデルだぜ。レーサーといっても、このモデルは前のめりで走るタイプではなく、1203cc60 度 V ツインエンジンの排気音を全身に感じながら、大陸横断する気分で乗りたいバイクだ。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは2223、830、1295、重量は 233kg でシート高は 780mm。エンジンは水冷 V 型2気筒 1203cc、最高出力は不明、最大トルクは約 12.2kgF6000rpm だ。ガソリンはハイオク仕様で燃費は不明、ガソリンタンク容量は13リットル、航続距離は不明だな。グバイクの中古車価格帯は、158万8000円220万円で19台だ。新車価格は 221.9 万円だぜ。インディアンの名前から想像すると、大排気量でローテクバイクに見えますけど。違うぞ。アイドリングでライダー側シリンダーが休止する機構やタッチ式 LED メーター。クルコンにリーンアングル ABD など装備している。インディアンが乗る最新の鉄馬は、バリバリに電脳化された安全で快適なバイクですね。9、トライアンフ、スピードトリプル 1200RR。2022年モデルとして発表されたこのバイクは、カフェレーサーの本場イギリスメーカーが送る本気モデルだ。1200RS をベースに丸型ライト、ロケットカウル、シングルシート化したスタイルは、文句なしのかっこよさだ。このバイクで、イギリスのエースカフェ聖地巡礼したい。いろいろハードルが高い。スタイルはネオレトロ、カフェレーサーだけど、電子制御式セミアクティブサスペンションやウィリーコントロールなど、サーキット走行を意識した電子制御が満載だ。もちろん支援機能も充実している。スマホ接続機能やキーレスシステム、クルーズコントロールも搭載されてるから、ツーリングでも高性能ぶりを発揮できる。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは758-1120、重量は 200kg でシート高は 830mm。エンジンは水冷3気筒 1160cc、最高出力は180馬力 10750rpm、最大トルクは 12.7kgF9000rpm だ。ガソリンはハイオク仕様で燃費は不明、ガソリンタンク容量は15リットル、航続距離は不明だな。グバイクの中古車登録はなし。新車価格は 228.5 万だ。その佇まいに惚れ惚れしますけど、バイクでおしゃれするには我慢が必要ですね。我慢。830mm のシート高、スーパースポーツのライポジ、高額な車両価格やメンテナンス費とか、いろいろ。時間、懐に余裕を持って乗りたい一台だぜ。10、MV アグスタ、ラッシュ。完全に主の趣味で選んだ一台ですね。バレた。丸型ライトやバーエンドミラーなど、ネオレトロ要素も持ってると思ってねじ込んだ。ラッシュは2020年に登場した、MV アグスタが送るハイパーネイキッドモデルだぜ。約210馬力のエンジンはユーロ5対応。エンジンはクロモリコートレリスフレームに搭載。片持ちスイングアームにカーボンファイバーカバーで覆われたリアホイール。電子制御は全部乗せだ。男子の夢が満載のバイク。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは 2080-805、重量は 186kg でシート高は 845mm。エンジンは水冷4気筒 998cc、最高出力は208馬力 13000rpm、最大トルクは 11.9kgF11000rpm だ。ガソリンはハイオク仕様で燃費は不明、ガソリンタンク容量は16リットル、航続距離は不明だな。グバイクの中古車登録はなし。新車価格は550万円だ。2021年モデルでは電子制御がアップデートされ、ブラックイエローのカラーリングで登場だ。果たして、公道で生ラッシュを見かけることはあるのでしょうか？
その際は、ぜひ後ろ姿を拝んでほしい。放射状に伸びたマフラーは圧巻だ。小型限定、普通編、400cc。1、マットモーターサイクル、レイザーバック125。あ、以前の動画で紹介したメーカーですね。だな。2019年4月から日本国内でも販売開始されたイギリス発の新興メーカーで、ネオレトロなバイクを125から 250cc を中心にラインナップしている。ショートマフラーにフラットシート、ファットタイヤ。倒立フォークにアップフェンダー、ブレーキホースはメッシュ化されており、足回りも充実しているぜ。250cc でもサイズ感はほぼ同じだ。見た目の違いはエンジンの存在感ぐらいだな。どのモデルも決まってます。ホンダのエイプをカスタムして楽しんでた頃を思い出しますね。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは2150、810、1110、乾燥重量は 125kg でシート高は 880mm。エンジンは空冷2気筒 124cc、最高出力は 12.2 馬力 RPM、最大トルクは 1.02kg FRPM だ。ガソリン仕様、燃費は不明。ガソリンタンク容量は10リットル、航続距離は不明だな。グバイクの中古車登録はなし。新車価格は 60.5 万円だ。モーターサイクルショーでは、残念ながらお目にかかれなかったぜ。あれ、確か三重県にもマットモーターサイクルのディーラーがありましたよね。じゃ、今度コーヒー飲みに行ってみるか。バイク購入すると、提携しているカフェのコーヒーチケットがもらえるって特典ですね。でもコーヒーが飲めるのはディーラーじゃなくて、提携しているカフェですからね。2、モンディアル、HPS125。モンディアルは1948年にイタリア、ミラノで創業、1979年に経営不振で業界からは撤退したが、2015年のエイクまで復活したメーカーだな。歴史あるメーカーの復活は、ネオレトロの追い風になりますね。紹介するのは HPS125 だが、HPS300 ってモデルもある。なんで排気量が大きい方を紹介しないの？ HPS125 の方が新しいのと、装備が豪華なのでこちらを選びました。どの辺が豪華なの？この排気量でメーターはカラーデジタルだし、倒立フロントフォークはゴールドだ。エンジンは DOHC 化されている。金色好き。エンジン性能的には HPS300 のが上だけど、HPS125 は同クラスの小排気量と比べたら力強い走りだって話だぜ。そして価格や約10万円差。悩むところですね。ちなみに HPS300 は、排気量が 250cc に調整されてるぜ。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは2025-710-1050、重量は 133kg でシート高は 795mm。エンジンは水冷単気筒 124cc、最高出力は 13.5 馬力 9750rpm、最大トルクは 1.0kg F8000rpm だ。ガソリン仕様、燃費は不明、ガソリンタンク容量は 9.5 リットル。航続距離も不明だな。メーターは自動輝度調整機能を備えた7インチディスプレイ、倒立フォーク、フロントフォークは4ポットラジアルキャリパーだ。お、こだわってますね。グバイクの中古車価格は、37万4000円で1台だな。新車価格は 48.4 万円だ。このスタイルなら、イン付きの空冷エンジン版も見てみたいですね。現在のモンディアルの国内ラインナップは全て水冷だ。残念です。3、ファンティック、キャバレロ、スクランブラー125。ファンティックはイタリアで1969年に創業したメーカーだ。前回のオフ車特集では、ファンティックのオフ車をたくさん紹介しましたね。てっきりオフモデルしかないと思ってました。そんなことないぜ。スクランブラー、フラットトラックなどのフラットダードモデルも多数ラインナップしているぜ。あ、しかし、どれも土の香りがするバイクたち。先に紹介した、レーザーバック125や HPS125 とよく似たスタイルですね。そうだな。こうした普遍的デザインで中身が最新ってのが、ネオレトロだからな。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは2166、820、1135、重量は 130kg でシート高は 820mm。エンジンは水冷単気筒 124cc、最高出力、最大トルク、ガソリン仕様、燃費は不明。ガソリンタンク容量は12リットル、航続距離は不明だな。アローの2本出しマフラー、ドライカーボンヒートガード、全部で6つの LED ライトとかな。デザインが特徴的ですけど、その分、今回紹介した 125cc クラスでは一番高く、新車価格は92万円だ。おう。デラックスモデルは専用カラーリングで98万円な。ちなみに、2020年にはヤマハがファンティックとのパートナーシップ強化している。個人的には、今のヤマハにはない 125cc ネオレトロの OEM 提供など期待しているぜ。4、GPX、レジェンド 150Fi。GPX は2007年に設立されたタイのオートバイメーカーだ。日本企業の耐震質で、生産、品質に対してのノウハウを吸収。その結果、手軽な価格で品質、質感、デザイン性に優れたモデルを展開している、って会社ね。お、詳しいな。そりゃもう3年やってますから。2021年モデルはキャブから FIA、整立フォークから倒立へ。ヘッドライトの LED 化など、各部分がアップデートされたぜ。この仕様でこの価格は魅力的ですね。で、スペック的にはどんな感じなの？
車両サイズは 2025-785-1100、重量は 143kg でシート高は 780mm。エンジンは空冷短気筒 149cc、最高出力は 14.3 馬力 8000rpm、最大トルクは 1.38kgF6500rpm だ。ガソリンはレギュラー仕様で燃費は不明、ガソリンタンク容量は12リットル。航続距離は不明だな。装備的には標準的ですね。気になるのはリアブレーキがドラムってことかな。グバイクの中古車価格帯は、30万9000円32万9000円で2台だな。新車価格は 36.8 万円だ。これはちょっと乗ってみたくなる価格ですね。空冷2気筒エンジンを搭載した 250cc 版もラインナップされているぜ。車体サイズはよく似てますが、エンジン違いで感じる雰囲気はかなり違いますね。こちらも合わせてチェックしてくれ。5、ベネリ、レオンチーノ250。ベネリはイタリアのメーカーだな。欧州メーカーではよく聞くブランド消滅からの復活を果たしたメーカーで、現在は中国のゼニコーグループの傘下だ。中華の香りはしませんね。元はイタリアだからな。ベネリは量産市販二輪車で世界初の6気筒エンジンを搭載したバイクを販売するぐらい、技術力があったメーカーだぜ。ホンダを模倣して作られたというエンジンですね。模倣がって言うけど、ホンダだって、マントー TT に出場するためにモンディアルのバイクを参考車両としているぜ。そうでした。レオンチーノはベネリの主力バイクで、1951年に発売されたモデルのオマージュモデルだ。ブランドの伝統デザインを現代の技術で復活させたネオレトロなモデルだ。ちなみにレオンチーノは小さなライオンって意味で、ブランドのアイコンになってる。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは 2030-840-1115、重量は 162kg でシート高は 800mm。エンジンは水冷短気筒 249cc、最高出力は 25.8 馬力 9250rpm、最大トルクは 2.1kgF8000rpm だ。ガソリン使用は不明で燃費は 30.3kg、ガソリンタンク容量は 12.5 リットル。航続距離は 378.8km だな。あ、フロントフェンダーに獅子のマスコットが飾られてる。グバイクの中古車価格は、49万9000円で1台だな。新車価格は 59.29 万円だ。500cc 版も存在するが、現時点では国内導入されていないぜ。6、ホンダ CB250R。やっと登場しましたね。CB250R は、ホンダがネオ、スポーツカフェと銘打ってシリーズ展開しているモデルの三男坊だ。CBR250R 由来のシングルエンジンを搭載した、コンパクトでスポーティな車体が特徴だぜ。最新モデルが2022年7月に発表されたんですよね。見た目の大きな変化はないが、最新の排ガス規制対応、SFFBP 倒立フロントフォーク、アシスト&スリッパークラッチを採用した。カラーリングもシルバーだったシュラウドがブラックアウトされ、より引き締まった印象だ。でスペック的にはどんな感じですか？車両サイズは 2020-805-1045、重量は 144kg でシート高は 795mm。エンジンは水冷短気筒 249cc、最高出力は27馬力 9000rpm、最大トルクは 2.3kgF8000rpm だ。ガソリンはレギュラー仕様で燃費は 33.7kg、ガソリンタンク容量は10リットル。航続距離は 337km だな。ABS は、同クラスとワンランク違う IMU 制御付きで、後輪の浮き上がりを効果的に抑制してくれますね。グバイクの中古車価格帯は、29万8000円63万円で197台だな。新車価格は 56.43 万円だ。で、ちょっとしたネタだが。何？座面がフラット形状なので、他の CB シリーズに比べ足つきはあまり良くないらしい。気になる人はチェックだな。すぐに実車が見れるのは、国内モデルのいいところ、ですね。7、ハスクバーナ、ニットピレン401。ハクスバーナ。ハスクバーナだ。間違えるなよ。と、言えばいつもはスバルトピレンだけど、今回は違うのね。白と黒と比べたら、白い矢の方がネオレトロっぽいと思ったので。どちらにしても、一目でわかるハスクデザインですね。バイクに合わせて、スタイルにもこだわって乗りたいモデルです。出た、外車はおしゃれして乗るべきだ警察。ウェアもいいけど、まずはこのライディングポジションを乗りこなす必要があるな。おしゃれと体作りが必要、ってことですね。一生乗れない気がします。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは不明、乾燥重量は 151kg でシート高は 835mm。エンジンは水冷短気筒 373cc、最高出力は44馬力 9000rpm、最大トルクは 3.7kgF7000rpm だ。ガソリン使用、燃費は不明、ガソリンタンク容量は 9.5 リットル。航続距離も不明だな。373.2cc のシングルエンジンは高回転での短気筒特有の振動も抑えられてますが、鼓動感も失われてません。グバイクの中古車登録はなし。新車価格は 76.7 万円だ。ほぼ同じ見た目で250、401、701と展開されていますが、国内の公式 HP では401のみの紹介ですね。さあ、これで今回紹介するバイクは以上だぜ。お次はまとめだぜ。まとめ。最近流行りのネオレトロ、ネイキッドを排気量別で紹介しましたが、ネオレトロってそんなに流行ってるんですか？流行ってると思うよ。
今回はネイキッド中心にバイク特集したけど、ホンダならダックス125やモンキー125もネオレトロとも言えるし、バイク以外ではレトロアートや腕時計、ファッションでもよく見かけるしな。あ、車の世界でネオレトロはあまり聞きませんね。バイクのデザインの方が、懐が広いのかもね。では、今回はこの辺で。それでは、See you!